で今列車が通過し終えたら、おお、こんばんは、しげもんです。どうも。今日開けていくのはこれですね。加藤の自動踏切 S 基本セットです。うちのチャンネルも長いですけど、意外と扱ってなかったこの加藤の踏切セットね。今日はこれを開けていきます。パッケージはいつも通りシンプルですね。写真が載ってて、ほんでここには、光、音、動きとありますけど、新型車両検知センサーを採用して警報器が LED でリアルに光る。ほんで異なる4種類の警報音、ボリューム調整可能が楽しめる。ほでから遮断機がスムーズな動きでリアルに開閉する。なるほど。光ってなって動くっていうことですね。そしてパッケージの裏側はこう何もなく、ここに説明があるのかな。中身が載ってます。で左右はこんな感じ。じゃあ開けていきます。初めての自動踏切セットです。よいしょ。じゃあ出します。てってれー。はい、中はこんな感じ。説明書がドンと載ってて、結構大きい説明書やな。ペラペラ。結構読み込まなあかんタイプの説明書かも。ペラ。こうですね。ほんでこの白い箱は何かな。よ。これが中身はてってれー。AC アダプターがいるのか。中には AC アダプターが入ってて、はい、そしてどう出せばいいんや。これごと引っ張るのバカで、こっちに踏切が見えてますね。でこっちにあんのが、ケーブル関係と踏切のパーツ、そして線路、あと踏切が挟まってますよ。てってれー。はい、これが踏切出していこう。よいしょ。発泡スチロール、よいしょ。はい、出てきましたね。こちらが踏切基本セットの踏切部分。はい、セット内容一式はこうですね。まず踏切線路、そして踏切スロープが2つ入ってます。あとここに見えてるのがドライバーですね。ほんでこれがセンサー線路、これが2本ついてますね。そしてこのカラフルなケーブルがセンサー線路と踏切をつなぐためのケーブルですね。で後ろに見えてるこの黒いケーブルは AC アダプターと接続するケーブルです。そして付属の AC アダプターはこれですね。コンセントの先っちょのパーツが別でついてるんで、これはここにはめるのね。ガチ。簡単にはまるわ。ほんでこのケーブルの先っちょはこうですね。ケーブルのメス側になってるので、先ほどの黒ケーブルのオス側をここにブスッとね。ほんでこっちの端っこを踏切につなげるということですね。では踏切本体を寄って見てみます。線路の長さは S124 と同じ長さです。サイズ的にはコンパクトです。あと警報器も遮断機も取り付け済み。ほんでここにレバーがついてます。これは何これ、すげえ。超ぬるーって動くここのレバーで遮断機が上がるんですけど、すごいスムーズに動く。すごいぬるーっと動きますね。ぬるーで、ちょっと横から見るとこうですね。警報器にはレンズも入ってます。方向矢印は印字されてます。で真上から見るとこうで、レールのこことで反対側のここにセンサーが入ってるみたいです。あとここがスピーカーか。こっから音が出て、で反対側のここちょっと細かくて見えにくいですけど、ここにはスイッチがあって、ここのスイッチを切り替えることで警報音の音が選択できるみたいです。あとその反対側のここやな。これもちょっと細かくて見えにくいですけど、ここに付属のドライバーを突っ込んでクリクリ回すことで警報音のボリュームを調整できるっていうことやね。なるほど。結構ハイテクやね。で裏側がこうなってて、線路の裏側1,2,3,4箇所にセンサー線路からのケーブルを差し込む端子があります。で真ん中2箇所、ここにもドライバーで調整できるちいこいダイヤルがあるんですけど、これは表のこのセンサーの
強弱ね、センサーの感度を調整するダイヤルだそうです。はい、あと付属のスロープパーツ、これは左右に、はい、このようにかぶせるように取り付けてきます。でこの時のこの車道の全長が約20センチになりますね。なるほど。あとこの踏切本体は踏切本体と踏切線路に分けれます。で複線化したい場合は別売りの複線化セットに付属の複線線路、これと同じものですね。これを間に挟んでいくことで複線複複線と増やしていくことができます。でも今回は単線で使うのでこのままはめとこう。ガチッ。よし、じゃあ付属のこのセンサー線路と配線して実際に踏切を動かしてみよう。はい、じゃあ配線していこう。まずこのセンサー線路ね、長さは S62 と同じですね。で裏がこうで、ここにケーブルを差し込む端子があって、ほんでここにはセンサーの感度を調整するボリューム、ここにケーブルをつなぐだけですね。やってみよう。はい、見えるかな。裏側のコネクターにケーブルをギュッと差し込むよ。はい、はまりました。で僕これ初めて気づいたんですけど、ユニトラックの裏側とユニジョイナーの裏側、ここってスリットになっててケーブル通るようになってるんですね。知らんかった。これで線路の裏側にケーブルを隠せるっていうことか。すごい。はい、でこのセンサー線路からのケーブルの端っこを踏切線路の裏に差し込む。そして接続の際の注意点は、このセンサー線路の向きね、必ず踏切側にこのセンサー線路の端子が向くように配線する必要があります。これは説明書に載ってるんでイラスト通りにすれば間違うことはないと思います。だからこの配線をここやね、ここに刺す。はい、はまりました。こっちでもいいみたいだけど。で反対側のセンサー線路も端子がついている方が踏切に向くようにして配線します。だからこうなったらあかんということだよね。必ず端子が踏切に向くように。で同じように配線。よし、できた。あとはこれらをレイアウトに組み込むだけやね。はい、配線が終わりまして、踏切とセンサー線路をエンドレスレイアウトに組み込みました。で今これどういう状況かというと、ここに踏切がありますよね。でこの線路をたどって駅を越えたあたり、ここにセンサー線路がまず1つ、ほんでその反対側ずーっとたどって、ちょっと遠いけどここにもう1つのセンサー線路を埋め込んでます。で踏切から出てるこの黒い線は電源につながってます。でセンサー線路から踏切への配線はユニトラックの裏側に隠してます。僕はマスキングテープで留めて見えないようにしましたね。はい、だから配線自体はこの黒ケーブルだけ、結構すっきりしてますね。ほんでこの踏切の基本的な仕組みなんですけど、センサー線路の上を車両が通過すると踏切の遮断機が下り始めると。ほんで踏切の上を車両が通過し終えたら、最後尾の車両がここを通り過ぎたら遮断機が上がるということですね。反対方向も一緒ですね。センサーを踏んだら遮断機が下りて、列車が通り過ぎたら遮断機が上がると。それを今からやる。で221系が止まってるんで、これをじゃあ左回転で動かしてみますね。よし、じゃあ行きますね。ゆっくり動かしてみよう。いってらっしゃい。これぐらいでいこうか。で今先頭車両がセンサーの上を通りますね。お、ちゃんとなったね。ほんで遮断機が下りました。で今列車が通過し終えたら、最後尾の車両が踏切の上のセンサーを通過し終えたら遮断機が上がるのね。なるほど。ちょっとスピード上げてみよう。でセンサーの上を通って、で踏切の上を通過。でこの遮断機は一斉に降りて一斉に上がるっていう感じか。ゆっくり降りるわけではなくスッて降りるね。じゃあ一回このセンサーの上を通過した状態で止めてみよ
今駅に止まってるんでセンサーの上に車両がかぶってる状態ね。これやったらずっと鳴り続けるってことか。ほうほう。ほんで列車を動かして通過。ほんじゃ遮断機が上がる。うまいことできてますね。じゃあ今度逆回転で行ってみよう。切り替えて、じゃあ逆方向に行ってらっしゃい。で今センサー踏みました。すぐ鳴るね。センサーを踏んだらすぐ音が鳴る。で踏切を通って、うまいことできてるわ。すごいすごい。はい、というわけで加藤の自動踏切 S 基本セットを開封して実際に動かしてみました。で最初はややこしそうやなと思ってたんですけど、全然そんなことなくって簡単に設置できましたね。で今回はエンドレスに組み込んだだけなので本当に基本的な使い方です。あとはレイアウトによってセンサー線路の位置とかを考える必要はあると思います。それも基本構成と拡張パターンということで説明書に図解が載ってます。このイラストを見て組めば問題なく設置できると思います。ほんで誤作動とか動作ができない例っていうのも載ってます。これは例えばうちがいつもやってるような小さいミニエンドレス、そういう場合はセンサー線路とセンサー線路の間が狭くなるので列車が2つの線路に同時にかかってしまうとか、そういう場合は動作ができないみたい、そういう例も説明書に載ってるんで結構分かりやすいと思います。はい、そんな感じかな。初めて開けましたけど結構面白い商品ですね。商品ページは下の説明欄にリンク載せておくんで気になった方はチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それではさよなら。